どうも、こんにちは。ギターショップトニックの小沢です。今回は PRS についてやっていこうと思います。はい。これまで PRS の動画何本も出させていただいてるんですけども、PRS って常に最新が一番いいっていう風に言われていまして、僕も言い続けているんですけども、実際どこがどう違うのかっていうところですね、今回検証していければと思うんですけども、今回はですね、PRS のスタンダードのラインであるコアシリーズのモデルですね。はい。そちらのマッカーティという機種を使いまして比較していこうと思うんですが、2003年製のマッカーティですね。23年前のマッカーティと現行のマッカーティを比較してやっていこうと思います。実際どんなところが進化して今の機種になったのかっていうところを細かく見ていければと思います。どれぐらい違うんですかね。めちゃくちゃ気になる部分であるんですが、かなり面白い比較になると思いますので、よろしければ最後までご視聴ください。ということで本編へどうぞ。まずはじめに PRS のコアシリーズについてやっていこうと思います。1985年に登場したラインですね。PRS がスタンダードとして考える仕様を具現化した最上位ラインですね。すべての工程をですね、アメリカのメリーランド州スティーブンスビルの本社工場にて熟練の職人さんたちが製作を行っているんですけども、木材だったりとかパーツだったり電装系だったり、そういったすべてがもう最高レベルのものを採用してますね。こういったトップの木材に関しては PRS が世界に誇るこのバイオリンカーブですね。めちゃくちゃ滑らかなアーチの加工が施されていて、かつトップの木目もこうやって美しいものが多いので、非常に高級感があってゴージャスなルックスになっていると思いますね。見た目はもちろんなんですけども、演奏性も非常に考えられていて、ネックシェイプだったりとか指板サイドの、エッジの丸め方とかフレットサイドの処理とか、そういったものも完全に職人さんの手作業で行っておりますので、非常に演奏性が高いと、吸い付くようなネックグリップというにふさわしいんじゃないかなと思いますね。個体差も非常に少ないですね。なのでこの PRS のギターっていうのはもう美しいルックスを持っていて、非常に高い演奏性を持っていて、サウンドもめちゃくちゃ良くて、かつ音のバリエーションも多いと、そういった特徴がありますね。コアシリーズっていうのはですね、PRS が本当に作りたいギターの基準のラインになってまして、最新が常に最良というふうな考え方を持っていて、年々アップデートがされ続けているんですね。PRS の基準っていうところが最上位であって、かつ最新仕様であるっていうふうな、そういった特徴があります。そのコアシリーズっていうのが1985年にスタートしているので、40年以上アップグレードされ続けてるっていうふうに考えていいと思うんですけども、今回はですね、この現行品のコアシリーズと昔のコアシリーズ、どれだけ違うのかっていうところを深掘りしていければと思います。PRS のコアシリーズに関してはですね、この動画で詳しく解説しておりますので、ぜひこちらもご覧いただければと思います。ということで、早速比較していきます。今回使用するのがこちらの2本ですね。マッカーティというモデルなんですけども、簡単に解説していきますと、PRS 社代表のポールさんとギブソン社で、レスポール開発したりとか、エクスプローラー作ったり、フライング V 作ったりっていう風な、ギブソンの黄金期を知るテッド・マッカーティという方がコラボして制作されたモデルですね。PRS らしいダブルカッタウェイのデザインなんですけども、ちょっと厚めのボディ採用してたりとか、バーブリッジを採用してたりとか、カバードのハムバッカーですね、採用してたりとか、当時 PRS っていうのはモダンなギターの代表ブランドだったので、24フレット仕様とか、アームがついてるとか、オープンのハムとか、そういった特徴だったんですけども、それと比較するとややレスポール寄りといいますか、トラットなギター寄りのスペックを持っていると思います。余談ですけども、この間2026年1月ですね、PRS ギターズの YouTube でテッド・マッカーティとポールさんの馴れ初めとか、こういった経緯があってマッカーティを作ったとか、そういったお話が上がってたんですけども、めちゃくちゃ面白かったですね。まだ見てないよっていう方いたらぜひ見ていただければと思います。この2本比較していくんですけども、こっちが現行品のモデルで、こっちが2003年製のモデルですね。パッと見で結構違うかなとは思うんですけども、まずボディ周りから見ていきましょう。木材に関してはどちらもマホガニーバック、メイプルトップっていう風な組み合わせなんですけども、ちょっとトップのカーブも深さが違って見えるかなと思いますね。カラーリングもそうなんですけども、やっぱり現行品の方がちょっとツヤがめちゃくちゃあるようなフィニッシュになってますね。塗装の種類も異なってまして、昔のモデルがポリ塗装になってて、こちらはラッカーですね。オールラッカーでフィニッシュされております。現行品のラッカーに関してはプライベートストックと同様のニトロセルロースラッカーを使用しているとのことで、非常に艶があって美しいフィニッシュになっているかなと思いますね。こっちのポリ塗装のモデルに関してはあるあるではあるんですけども、ちょっと白濁してますね。このノブの形状ですね。こっちがランプシェードのノブで、こっちはスピードノブですね。ブリッジも異なってまして、現行品の方が弦が乗っかる部分にブラスインサートのバーブリッジを採用してますね。エスカッションの形が現行品の方がちょっと丸みを帯びたデザインで、2003年製のモデルがちょっと角張ったようなデザインになってます。現行品に関してはピックアップの高さを調整するビスが飛び出てないんですよね。ネック周り見ていきますと、現行品の方がパターンというネックシェイプで、2003年製のモデルがワイドファットという風なネックシェイプ採用してますね。ちょっと握り心地がやっぱり変わってはきてますね。指板サイドの処理が現行品の
の方がちょっとこう丸みを帯びているような印象があります。ネックに関してもラッカーかポリかっていう風な違いがあるんですけども、PRS のこのネックっていうのはグロスフィニッシュでもかなり変な引っかかりがないように感じるので、サテンほどこうサラサラしてないんですけども、スムーズなポジション移動ができるんじゃないかなと思いますね。バインディングがですね、現行品はこう施されておりますね。よりこうトラッドな靴になってると思います。あとは芝インレイですね。現行品はバードインレイ採用してまして、こちらの旧モデルに関してはムーンインレイを採用してます。当時オプションでバードインレイが選ぶことができたということで、通常仕様ではこのムーンインレイが標準装備だったんですね。ナットの素材が現行品は牛骨のナット採用してて、旧モデルに関しては PRS オリジナル素材ですね。現行品の方がちょっとこうトラッド寄りになってます。続いてヘッド周りですね。こんな感じなんですけども、現行品に関してはヘッドストックにローズウッドのベニヤーがこう貼られてますね。昔こうプライベートストックとかであったようなデザインがこの今のコアでは採用されているというような形です。2003年製のモデルに関しては特にこうベニヤとかは貼られていないようなヘッドストックになってますね。ペグに関してもですね、現行品はオープンバックで2003年製のモデルがクローズドバックっていう風になってますね。ペグの内部が見えるってなかなかすごいなと思うんですが、ペグボタンも現行品は最新のウィングボタンになっていて、2003年製のモデルはヴィンテージスタイルのペグボタンになってますね。ストリングポストに関しても現行品はブラスの素材になってます。伝送系ですね。コントロールの構成自体はどちらも同様で、2ハムバッカーで1ボリューム1トーン、3ウェイのトグルスイッチ、コイルタップ搭載っていう風なスペックはこう変わってはいないんですが、ピックアップの種類がですね、こちらマッカーティ3というものと、こちらはマッカーティというものが搭載されてますね。現行品の方がちょっとこう出力抑えめでレンジの広いようなニュアンスになっているのに対して、2003年製の方に関してはちょっとモダンさを持ち合わせたハムバッカーが搭載されてますね。コンデンサーの種類も異なってたりとか、2003年製のモデルに関してはトーンのスイッチポットに抵抗がついていませんでしたね。この変化した部分っていうのをまとめますと、塗装とノブとアッセンブリとピックアップとペグボタン、ブリッジ、ネック周り、インレイ、ヘッドストックなどなどですね。はい、ほぼほぼこう変わってますよね。どのパーツも異なっているように思うんですが、昔のモデルがダメだったっていうわけではなくて、こう PRS がこういろんなアーティストさんとか、ディーラーの方から様々なこうフィードバックを経て、ルックスとかサウンドとかを意図的にアップデートしていった結果が今のこのモデルにつながってるんじゃないかなと思いますね。現行品に関してはよりちょっとヴィンテージギターに寄せたようなルックスとかスタイルになってるかなと思うんですけども、例えばピックアップがちょっとこうレンジの広い出力の低めなピックアップに変わってたりとか、ナットが牛骨素材に変わってたりとか、塗装がラッカーになってますとか、そういった違いがあるんですけども、それ以外にもブラスのストリングポスト採用したりとか、ブラスインサートのブリッジ採用したりとか、ランプシェードのノブにしたりとか、ポットに抵抗がついてたりとか、単純にこう機能性が上がっている部分もあってかなり面白いなと思いますね。いいところは伸ばしつつ、より現代でも使えるようなスペックに仕上がってるんじゃないかと思いますね。スペックの違いとしてはこれらなんですけども、実際音どれぐらい変わったのか、この20年でどれぐらいサウンドが変化したのかっていうところをチェックしていければと思います。いつも通りクリーンとクランチとドライブで鳴らしていきますので、よろしければ音聞いてみてください。
音聞いていただきました。いかがでしたでしょうか。どちらもマッカーティというモデルならではのサウンドといいますか、カスタムよりもかなり太めでサスティンがあって原振動とかもダイレクトに感じることができて非常に素晴らしいサウンドだったと思うんですけども、それをベースとしつつ現行品はよりちょっとヴィンテージ寄りな雰囲気があって、2003年製のモデルに関してはややモダン寄りといいますか、かなりがっつり潜ませて結構モダンなジャンルやられるのであれば2003年製のモデルも非常に素晴らしいかなと思いましたね。すでに登場時から完成されたギターだったとは思うんですけども、その中で細かくアップデートをしていって今こういった完成形のモデルになっていると思いますので、いい意味で改善と、進化とっていうのを繰り返していて年々面白いものが出てくるブランドだと思っておりますので、皆様もよろしければチェックしてみていただければと思います。どっちが良かったみたいなありましたらぜひコメントしていただければと思うんですけども、正直なかなかつつけがたい感じはあるなと個人的には思いましたね。昔のパーツを探しているみたいな方も中にはいますし、最新も最新で素晴らしいですが昔も昔で素晴らしいブランドであることには間違いないかなと思いましたが、皆様いかがでしたでしょうか。こっちのモデルが良かったとか今度このモデルも紹介してとか何やらありましたらぜひぜひコメントしてみてください。今回マッカーティでやらせていただいたんですけども、後々こういった昔のモデルとか入ってきたら全部のモデルでやりたいなと思うぐらいなので、このモデルでもやってほしいとかありましたらぜひぜひコメントしてみてください。ということで本編終わり。PRS と言っているんですが、トニークではですね、2月からですね、新しいキャンペーンをやろうと考えておりまして、コアディーラー昇格記念ということで、トニークで新品の PRS をご購入いただいたら、こんな感じの、特別な保証書を、皆様にお送りさせていただければと思っておりまして、この保証の内容っていうのが、永年パーソナルセットアップ無料っていうのと、永年買取保証っていうものを付けさせていただければと思いますね。うちでご購入していただいた PRS を長く安心して使っていただければと思いまして、こういった保証を用意させていただいたんですけども、永年パーソナルセットアップ無料っていうところはギターショップトニークでパーソナルセットアップというサービスを提供してるんですけども、ネックの調整、弦高調整、オクターブチューニング、ピックアップの高さ調整っていうものを無料でやらせていただくという風なサービスですね。弾き心地が変わったなっていうタイミングでもいいですし、弦高をもう少し上げたいなとか下げたいなとか、そういった突発的に思ったことがやりたいなみたいになったタイミングでお持ちいただければ、いろいろご相談しつつ調整させていただければと思いますので、注意事項としては弦高をめちゃくちゃ下げたいですってなって、そうするにはフレットのすり合わせが必要とかってなった場合とかはまたちょっと別料金になってしまうので、あくまでうちが提供しているパーソナルセットアップ内が無料になるっていう風なサービスですね。買取保証に関してはうちではですね、新品でご購入していただいたギターは基本的に販売額の 50% で、中古のギターに関しては 70% で半年以内であれば買い取りさせていただくっていうのをやってるんですけども、この保証書があれば永年買い取り保証がつくっていう風な、ものになりますので、長く使っていただいて、もし手放すとかってなった場合にもうちで手放していただければ、最後まで面倒を見れればと考えておりますので、皆様ぜひぜひチェックしていただいて、テント遊び来ていただいて PRS ご購入していただいてやっていただければと思います。こちらの保証に関しては PRS ギターズジャパンのメーカー保証とはまたちょっと異なるもので、うちが独自でやらせていただいているプログラムですね。2026年ちょっと新しい試みでこういったものをやらせていただこうかなと思っておりますので、皆様これからもギターショップトニコよろしくお願いします。ということで、この動画が面白かったという方はいいねとチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いつも見てくださっている皆様本当にありがとうございます。感謝しております。Twitter、Instagram、Facebook 各種やっておりますので、そちらもぜひチェック、フォローよろしくお願いします。横浜市西区平沼 1-4-8 丸山ビル1階ですね、ギターショップトニーク営業しておりますので、ぜひ遊び来ていただければと思います。現在トニークではですね、新しい仲間を募集しておりますので、我こそはという方いましたら、ぜひぜひ X の DM からご連絡いただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。